誰お前って顔もしないし泣きもしない。あれ誰だーいって偽じいじです。偽じいじいつもの1日のルーティーンですね。じいちゃんばあちゃん家に来るっていうその鍋パーティーみたいなして朝の6時ぐらいまで起きてる時にその後にここ来てるからいっつも眠たいのよ。けど今年30に鍋やって大晦日は結構休んでたからお前いつもそこで寝てたじゃん。そうだから今年は俺元気なのあの子はね結構そうねそろそろお昼寝かなぐらい眠たそうですお寿司食べるっていうからなんか食いたいのあるかって言ったらその刺身って言ってました。大体そうだろ大体米の上に刺身が乗っててお寿司なのよ。マグロなんですよ。じゃあマグロって言えばいいよ元旦です元旦でおばあちゃん家行った後にちょっと寄らせてもらってます。インスタとかでいろいろと見てて初売りセールみたいなのをやってるっていうのを見たので招待券を得て今来てるんですけど背中側マジ見てもいいですよこれ。わこれすっごいなんか光沢ある感じで綺麗になってますもんね大体が。で記名とかもなしってことですもんね。すんごツヤがないのガサガサに守られた色がでも上にも出てきてるっていう。これはちょっと見たら行きたくなるな場所によってガサガサ具合が若干違う。雲の糸みたいな張ってるこれがいいな。そうねそうね。いやこれはでも本当に唯一無二感だな。めちゃめちゃ綺麗な状態でもマイティすごい人気なんでねあれなんですけどこの状態で見ることもほぼないですもんね。掘り出し物みたいな感じで出てきたりするんですワンオーナーそうね。うわやばまあ元旦だし行くか。お願いします。ありがとうございます。お願いします。いや年始にこれは景気よくだ。他にもすごいねガボラとかギャンゴがいるからさちょっとね揺れてはいたんだけどこれあんま見たことないな。いや、意外と、そっちの人形よりも帽子の方が出ないですね。あこっちのが出ないんだ。年末にも来たはずなのにまた増えてるしすごいサイクルだなこれ。袋ジョリビーじゃないですか。あ、知ってますはいフィリピンでねそうです、そうです。マックをも凌駕する、はい。グレービーソースめっちゃ美味しいですよね。うまいっす。ジョリビーの話できた。大事おにしてやってください。これはマジで1000円は棚儲けます。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。新年一発目。なかなか上玉中の上玉を。はい。ありがとうございます。実家に戻ってまいりまして、実家に戻ってまいりました。これバラチラシ。これエコダ行った時にね、さっきソフビ買いに行った時に近くにご飯屋さんがあったんでね、そこ行ってバラチラシ丼っていうのかな、これをね頼みました。やったねおせち。まあ元旦って感じしますね。やっぱこれ食わないとな。俺がねおせちの中で一番好きなのがこいつです。これ名前知ってます？あ、言ったな今あの人。そうチョロギです。マカロニだ。年取ると急にうまくなる椎茸いるやん。これうまいんよね。あとはもう実家でよく食べているお雑煮が食べれればもうね一旦元旦のまあこの実家でのミッションはコンプリートですよ。いやでも本当にやっぱ31日に大体鍋パをするわけですよフィッシャーズと。それがないから今めっちゃ目冴えてる。すごいこんなになんか元気なことないよ。大体俺ここに来るときとかばあちゃん家行くときって HP12 ぐらいなのよ。だから本当にちょっとごめん寝るわとか、あごめんちょっと部屋貸してとかっつって横になったりとかするんだけどね。もう編集もね間を見つけてやったし動画も今出せたしサムネもね作れたりとかできたんでもう問題なし。はいもう今日やることはあとは休憩です。100分間鬼ごっこについてのね報告なんかもさせていただいてちょっとね、今からお雑煮を食べます。それでは明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。乾杯。ほっちゃま乾杯。さあ雑煮の時間ですよ。いただきます。ひょうひょう
ニターが裏側で自分が見えない。クルニンパということで、皆さん明けましておめでとうございます。今日は1月1日です。三が日、俺は寝正月なんですよ本来。でもさすがに123ずっと寝てる俺をカーって撮ってもあんま面白くないじゃないですか。だからちょっとだけ普段の寝正月を変えようかなと思ってます。って言っても1日、1日はもう正直眠いんで、もうこの後夕飯代わりにちょっとくら寿司行きます。初くら寿司、新年初くら寿司、初茶碗蒸し、チェ食べに行こうと思います。1日のイベントこれで終わりで、くら寿司で一人で動画撮るの寂しいんで、茶碗蒸しを多分映す動画だけ残ってると思うんで、そこだけご覧ください。それではカウントダウン。あれですよ、ポケモンセンターオンラインのピカピカボックス当選したんで、めちゃめちゃぬいぐるみがあります。明けましておめでとうございます。1日茶碗蒸しを食べにくら寿司に来ております。いただきます。今ね、ゆうちゃんの実家に着いたのは結構朝なんだけど、ゆうちゃん実家着いて初詣だよね。初詣にね行ってしっかりご祈祷してもらって、こんな感じのね元旦を過ごしております。はい、今ね、ゆうちゃんの実家から帰ってきて、ほかおくんのね、そうだよ、今日のね元旦の夜ご飯をね、お正月飯を買いに行きます。明日のね、セカンダリのね動画設定とか新年なんで、元旦で年古代戦争のね新しいねガチャとかも出てるからね、ちょっとそれの撮影もね、やっていこうかなと思って。このセカンダリはね、動画作ったのは12月だったんですけれど、OP とね、オープニングとねエンディングをね、今日は今年2026年バージョンにね変えてなかったんで、そういうの変えたりとかして、明日の動画なんで。よし、これでね、とりあえず動画をね書き出しとか終わったんで、これから小川くんのお風呂を入れて寝かしつけたら夕ご飯で今日はおしまいかな。せーの、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ラホンチです。ラホンチです。食べますの？どれ食べたいの？これ。そう、今年はちょっとね、おせちを頼んで、ちょっとおててであれですけど、食べてね。これね、カステラみたいなやつから食べてみて。パパもっとおじい。で、ちょっとね、明日から旅行行くんで、今日はのんびりおじい過ごしたいと思います。箸使ってんだけど。おじさんありがとう。おせち、おせち、おせち。チョキパール、何作ろう、何作ろう。右手はパール、左手もパール。ちょうちょう。ちょうちょうじゃないんだね。ちょうちょうなんだね。すげえよ、浅草寺買ってくれ食ったわ。取れるといいね。取れたよ。取れた。ハンバーガー取れたね。もうやった。明日持ってこいそれ。お兄ちゃんに持ってってあげようそれ。皆様、新年明けましておめでとうございます。ということで、三が日、マサイはどう過ごしているのか。マサイ編です。僕たちフィッシャーズ、鍋動画を31日に撮影しながら年を越すという、1月1日を迎えるみたいな、5年ぐらい連続でやってたんですよね。一回コロナの時期があって、自宅待機の時があったんで、それを含まなければ実質もうずっとやってるみたいな恒例行事だったんですよ。だからフィッシャーズメンバー以外とハッピーニューイヤーをするって
っていうのはなんか本当に不思議な感覚になりすぎて合ってるのかっていうなんかその不安に駆られて、フィッシャーズのグループ LINE があるんだけど、そこにメンバーと年越さないの斬新だねって思ったらもうみんなパパパって LINE くれて、もうそんぐらいの感じでしたね。その違和感すごいとかザカオが言ってたりとかするんだけど、めちゃくちゃ平日っぽさに溢れてるとか、まあ元木はスタンプを送ったりとか、ダーマだけ返事ねえんだけどマサイはですね、1日は知り合いと一緒に過ごしました。初日の出を見てえなって話になって、大桟橋ってところがあって、もうなんかめちゃくちゃ人が溢れるような、もう船のなんか先端みたいな、船乗り場みたいなのがあるんだけど、そうめちゃくちゃ人が並ぶところがあって、もうみんなこうやってもう太陽待ってるのって。大桟橋人いすぎやろ。やばということで初日の出見に来てます。雲邪魔で見えねえ。横浜まで来たのに全然見えないんだけど寂しい。でもこれ太陽来たら太陽、あ、日の出です。これが日の出です。明けましておめでとうございます。あの船乗って見てんのにダメだもん木邪魔って言っちゃダメだな。日の出は雲によって遮られてしまいました。おお、まあまあいいんじゃないですかねなんと雲に隠れてあんまり見えませんでしたなんなら帰り道なんか混む前なんかもうどうせもう太陽出ねえわっつってもう帰る人も出てくるだろうからなんかそれ読んだりとかしてもう先に戻ったりしたんですけど、戻ってる最中にいい感じのこう太陽の光が来て、あ、年明けたなっていう実感をねしました。楽しいですよやっぱ。12月31日もう鍋でお酒も入ってる状態でもう酔っ払って爆睡して起きた頃にはもう12日過ぎてるみたいな正月だったんですよ毎回。なんでもう初日の出をこう拝むというかことも考えてなかったし、お正月ってこうだわっていうのを実感した。また別のとこ行ってね、相模湖にあるダムとかを見に行ったりしたんですけど、結構道路も空いてるんで今チャンスじゃねっつって集まってね、1月1日の過ごし方はこれです。でもなんか災難なことがいっぱいありましたね。まず1個目がその人のところにテレビを使わなくなったテレビがあったんですよ。めっちゃいい昔セカンダリにしたテレビがあったんですけど、有機 EL の55インチのテレビをよっしゃって一人で自分で運んで渡そうかな、いらねえからいるっつって、欲しいって言ったからじゃああげるって感じで渡そうと思ったら、皆さんもうお察しの通りなんですけど、あっちたどり着いてもう玄関の前まで来た、入れ込むぞっていうタイミングで玄関前にコンクリートの壁があるんだけど、そこにゴツンってぶつけて液晶割りました無理。運んだんですけど捨ててもらうことになりました1月1日から何してんだよって話なんですけども、テレビ台ごと持ってったんで、テレビ台はそのまま活用してもらって、でその家にある昔から使ってるテレビを載せて変わらず過ごしてもらうみたいなことだったんですけど、楽しい一日でしたね。2日目はですね、僕の家族と過ごす予定です。親戚周りに挨拶に行こうかと。ハトコめっちゃ仲いいんですよ。一応その様子を撮りに行こうかと。皆さん、年末ジャンボ宝くじやりました？僕、動画にしようと思って10万円分購入しております。紙じゃないです。店舗に行って買ってないです。もうアプリで10万円ボーンってぶち込んでやったんで、333万円分の紙がね、デジタルで入ってます。で、これをちょっと家族で開封しようかと。果たして奥は当たるのか。楽しみだね。そんな感じでいきたいと思います。じゃあ、2日目。で、スマブラやるか。ね。VIP スマッシュ行くか。リュカ使っていきます。サムス相手ですね。サムス相手はさ、んだことやってるからもう、初手のチャージにね、実は PK ファイヤー刺さるんですよね。おー、ちょっとラグった。危ねえ。あらー、お相手さんがね、結構深くまで突っ込んできたところを、PK サンダーで絡め取って、勝ちました。ありがとうございます。初詣に来ました。うん。で、背景で分かっちゃう人は分かると思うんですけど、香取神社に来ました。これ、ちらっ鳥居が映ってます。もうすごい人いるのよ。こちら見だけど鳥居が映ってます。おみくじ買って結果見て帰ろうかな。両山像がじゃんあります。すごいいいね。来たなって感じするな。はい、ということで駅前に来たらりょうさんいたんで、動画撮りました。はい、新アニメ始まるらしくて楽しみです。おみくじ引いてきたんですけど、直接見せることはしないんですけど、なんとですね、例に漏れず今年も大吉ということで、はい、いい感じでスタート切らせてもらった。もう完璧な一日ですね。もう外暗くなっちゃってね、夜なんでやることないかな。なんかあれば撮りますけど、ご飯食べるかなんかして、
でゆっくり過ごして寝てまた明日って感じですかね。じゃあ1月の2日ですね。昨日ばあちゃん家行ったりいろいろとして、次の日昼ぐらいからもう一つのねじいちゃんばあちゃん家の方に来ていて、見慣れてる方もいると思いますが、結構ここでは動画撮ってるんでね、ミニクとチビクがいるんですけど、でかくなったな。18歳でーでかくなったな。18でしょ。そう、しかも成人のさ年齢が今20歳から引き下がったからね、もう成人なわけでしょ。やば、18と16か、もうミニでもチビでもないもんな。身長は165。変わってない。俺よりはでかいわ。でも同じくらい165くらい。俺よりはでかいな。こんなにでっかくなってます、2人は。最後に動画出たのっていつだっけね。最後は小中か、そのぐらいに出て、確かに土手でね、鬼ごっこやってて、亀の卵や。そう、亀の卵見つけたって。亀の卵や。あの動画ね、めちゃくちゃ評判良かったんだよね。あれからだいぶ経って、もうなんだかんだ、10年は行き過ぎか。でも数年間は経ってますよね、久しぶりに。今はでもどう？あの時ではない、今部活動とかにも入ってるでしょ。何部？軽音部。写真部で、2人して、どっかの動画でも言ったんだけど、やっぱりその2人と言ったらもう数学とかそっち系が強いと、そんな話もしたけど。ゴリゴリの文系だけど。文系なの？文系だよ。ゴリゴリの文系で。マジで？文系なの？そうだよ。文系？でもだから大学生でしょ。高校2年生。大学は私立？いや、国公立。国公立か。さすがです。いやいや。さすがです。さすがです。ということでね、相変わらずでもやっぱ地頭というか頭が切れる2人がございますが、腹立つな。2人はだいぶ成長して、チビクとミニクとはもう言えなくはなりましたね。それこそうちの子供に今コルクと、チルクってついてるんだけど、チビクミニクがあるから何にするって超悩んだんだよ。2人でチビクミニクやったからもう手詰まりになったね。手札超少なくて、どうするってなってね、でもコルクとチルクあるわって考えてつけたんだけど、その2人がこんなにもうでかくなって。ユンちゃんを変えればいいんじゃない？ユンちゃんの名前を変えればいい。女の子になったらユンちゃん。そういうこと。そう。いやでも大人になりましたね、2人も。バイトとかもしてんの？バイトはしてるよ。してんだ。何とか言えるの？塾講師と、あと引っ越しも最近入った。引っ越し？同じ。マジ？でもまだやったことない。研修しかしたことない。何？あと絶対呼ばないで。でも俺いいんだけどね、もうバレてるからね。超絶バレてる。引っ越しなんだ。ちょっと研修だけやったこの間。本当にまだ入ったばっかり。引っ越し大変だよ。3、4ヶ月ぐらいやってたんだけど、さも知ってんだろうみたいな感じで、用品とか用具の名前言われるから、先にちょっとだけ調べといた方がいい。そう、それだからもう研修で全部メモって。なんだっけ、赤布とかさ、なんかモップみたいな。そう、いや、懐かしい。確かに1日2日で辞めるって人結構いるんだけど、腹立つことは多いけど、それなりにおもろいエピソード生まれるから、続けてみるか。そう、続けて。でもその前に塾講師やってなるで。それはね、もう1年続けたから。長いね。じゃあ今高校だから卒業したらゆくゆくは何かやろう。ちょっと考えてるでしょ、バイト。何なんだろうなーみたいな。最初抵抗ないアルバイト。今は塾の手伝いだけ。もうやってんの？高校で？高2で？数学教えてんの？文系？数学丸付けと数学教える。ちょっとずつ教えて。いやー、相変わらずのお二人ですね。本当に大人になりましたね。なんか感動です。勝手に感動です。ありがとうございます。っていう2日目は大体ね、僕ここに来て話とかするんだけど、今日もね来てくれたので、ちょっとゲストみたいな感じで呼んでお話をしてみましたという。よし、ありがとうございます。じゃあちょっと、飯食いお姉さん。
いなくなっちゃうの。徹子の部屋欲しいだからみんないなくなっちゃうの。もう全元ですけどね。なら全元です。きっちりここがモザイク。はい、ということであまり動かないでください。そう編集がめんどくさい。ダリーンだよ。やめろめんどくさいから。はいということでいとこのね女の子に来ていただいたんですが、結婚の報告みたいなのがねだね。ちょっとちらっとその後の話は多分してないと。これ言っても大丈夫かな。今ねその場にいるんですけど、子供がね生まれたと。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっと前のね動画でおふざけプロポーズをした動画があって、でおふざけプロポーズをしてのちょっと期間が過ぎて、またデュエルマスターズのカードで結婚してくれやっていうカードを見せた女の子が今結婚してママになった。おめでとうございます。お互い成長しましたね。大人になったね。大人になりましたね。どうですか。どうやって出会ったんですか。どうやって出会ったんですか。違う、いや聞いたらテンパんのかなと思って。可愛い。可愛いよ。超可愛い。子供って可愛い。まあ、宝ですからね、本当にすごいね。結婚して子供生まれたっていうところまでね、最初の方のフィッシャーズの動画見てる人からしたらあまりにも時間が流れたっていうのが伝わるかなと思いますけど。最初だっていつだ。小学生だねまだ。じゃあ中学かな。俺高校だから。泣いてますよ。だって10年以上経ってんだもん。そうか大人になったからね。もうだってあの頃とはもうだいぶ違うでしょ。もう生活全然違うよ。今だから夜あれだよね多分。まあこまめに頻回授乳とかで起きてっていう、まだ起きるね。俺の命拾いしたの貴様。大人になったね。頻回授乳をそれが幸せだねっていう回答。頻回授乳イコール大人になったの。大人になったなーって。いやその話できるのがねやっぱり大人になったなーって。今ね泣き声というか聞こえたよね多分ね。おしゃべりした声聞こえたかな。聞こえましたね聞こえた。その声じゃないその声じゃねえな。ねほらモザイク大変だからね。あ来た。じゃあモザイクしたモザイク大変に来た。全モザにしとこう。だから俺すらもモザイクにしとこう。なんか毎度ねちょっと子供にはなんか笑われるんですよ。バカにされてる。笑われた。ママ好きでなんだよ。ママ好きですか。よく笑うな。ねえ、すごいよく笑うわ。愛嬌いいよね。愛嬌いいね。うちにもね、今2人ね、子供がいるんですけど、来てる場所は同じなのに景色が変わっていくのが変な感じしますね。どんどんここが狭くなってってる気がするし、人が増えていくしね。自分がなんかちょっとずつ成長してるのもあるから、少しだけこうなんか狭く感じる。じゃあママと一緒にあっち行こっか。いいよ。またね。バイバイ。ママと一緒にあっち行こう。いいよ。ダメだ。あなた方がいいな。バイバイ。兄貴いますか。いないです。それでははい三が日2日目になります。昨日はくら寿司食べて終わったんですけど、今日は2日目1回実家に帰ろうかなと。せっかくなんで、犬の映像でも見て癒されてってくださいな。あー犬はい出てきたね。はい出てきたね。もうずっとブレてる。犬お前最近お前わがままになってお前噛むようになったんだってなお前。獣勢いが強いなお前こんな推しが強いやつじゃなかっただろ。はい戻れはいゴーホームということで久しぶりの実家です。俺の部屋が解体されている。このアングルで昔ね動画撮ってたんですけど、この角度でいつも俺動画撮ってたんだけど、もうベッドが新しくなって姉のベビー用品と今日のお寿司がありますね。住む人がいなくなるとねすぐにねその人の痕跡がなくなって解体されてったりするんですよ。犬の部屋あるじゃないですか。犬の部屋あれもねもともと実は一個上の姉の部屋だったんですけど、一個上の姉が一人暮らし始めた瞬間にもう跡形もなく犬の部屋になっております。俺3人兄弟で姉2人で自分なんだけど、多分誰の部屋も今多分住めないんじゃないかな。
正月太りとね忘年会シーズンとかいろいろあったんで、家で筋トレトレーニングね運動して、ここから終わったら今日は坂桶の方の、新年会に行ってきます。今着てるのはサウナスーツでございます。じゃあここからは早送りで大丈夫です。10分ぐらいかな走ったかな。チャリでここからお風呂入って坂桶のね実家に行って正月2日目を楽しみたいと思います。俺の部屋ですね。はい、もう今は物置部屋になっております。なんかちょっといつのだろうわかんないけどギネスと多分ファンからもらったファンアートかな飾っております。他のメンバーもどうなんだろう。意外とこんな感じなんかなとは思うんですけどね。まあシレクト君の方はね、まあ個人チャンネルとかあるんで、まあそういうのをね撮影してると思うんで、あんまりゴロゴロしてる時間はないかな。ご飯を食べて今日の一日は終了かな。あんまりこういうコツコツやってるところは出したくない派なんだけど、出さないと出さないでイメージも違うと思うんで、2026年は泥臭くこういうところを見せていこうかな。よし、それじゃあ出発。進行。楽しそうじゃん。旅行行きます。はい、旅行。今日は旅行行きます。何県に行くんですか？栃木県。はい、行きましょう。何も映ってません。栃木県です。さあ、出発10分前ですが、パパ今から準備します。イエーイ。でもあれだね、もうすっかり移動してきて栃木県入りましたけど、昔栃木県行ったことがあるの？お、いい質問ですね。そうなんですよ。パパとママは昔日帰りの新婚旅行で栃木県にうまい餃子探しに行ったんですよ。僕も行った？ね、お腹の中に来てくれてすぐぐらいかな。本当にすぐ。僕は生まれてから5歳になりました。じゃあ餃子のパワーで大きくなったんだよ。あの頃はもう毎日登校とかだったからさ、とてもじゃないけど旅行なんか行けるような感じじゃなくてさ、日帰りでもパソコン持ってたもんね。で日帰りって言ったって午後1から出て夕方過ぎぐらいに帰ってくる感じだったもんね。本当に栃木に東照宮の三猿を一瞬見て、で木刀を買うか悩んでうまい餃子屋さんに行って帰宅だもんね。だからこうやってフィッシャーズの年始にどこかに行けるなんてこんな日が来ると思ってなかったもん。だって別に不満にも思ってないけどさ、不満を作って言ってくださいって言われたらわんさか出てくる。これが一番妻、フィッシャーズの妻。そうだよ。だって北海道とかもさ、地元なわけじゃない。で帰った時もさ、結局俺が動画に追われてさ、なんか俺もう宿から出られないからちょっと自分の親戚回りとかしてきてってなっちゃってたもん。そうするしかなかったんだよな。で夕方に着いてそこから夜までの時間あったんだけど、次の日一日あった中で、ずっとパソコンやってるからもうちょっと行ってくるねって言って、一人で出かけてたもんね。で帰ってきて飛行機の夕方のところぐらいでやっと終わったんだよね。そう、でもね、あれちょっと一つだけね、あの時の不満は覚えてるの。一生懸命丸一日頑張って編集して、で夜フライトする前もラウンジで頑張ってやって、で着いてタクシーの中でも頑張ってやって終わらせたじゃん。リーダー今日はもう動画出さなくていいって言ったの。そうなんだよね。ギリギリだったからな、サムネとかも含めてね。じゃあ一日あったじゃんって言って。いや違う、それはね、奥様から見たら不満ですね。まあでもあの時はしょうがない。俺の能力が追いついてなかったから、俺の努力不足なんですよ。そうだから逆に言うと、こうやって旅行できるために、ある意味編集もめちゃくちゃ早くなったし、だって今日もおちゃんも全部3本ぐらいストックしてあるし、で年始の動画もスタッフチームに字幕つけてくれてるんだけど、それまでに3本メインチャンネル投げてるし、そうなんだよ。だからそうやって余裕を作れるようになったから初めて手に入れられるお出かけというか。いや今超編集早くなったもん。めちゃくちゃ早い。昔大っ嫌いだったもん編集だから。昔と比にならないテンポだよ。信じられないぐらい早いよね。だからそれを数年前のシルクロードはやってたんだよ。そう、逆に言うとだから俺より3年ぐらい早いのかな、そういう意味では。
ようやくねこうやって自由を手に入れたんすよ。みんなメンバー見てるかみんな。だって俺ね高校じゃねえな中学の時のやつと出かけた時も車の中で一生編集したもんね。昔もずっと思ってたんだけど、なんかそうやってさ編集途中でもう今日はいいよって言われてもさクッてなるってよりは彼はやってたから何も言えないんだよ。そう彼ができるから。そうだからシルクなんか悔しかったよ。どっちか悲しいっていうかそうめっちゃ悔しかった。めっちゃ悔しかったんだよねそれが。だってさ俺がさ早めにそれをできてればさ旅行だって行けたしさ動画も出せたしさ。だって変な話毎日投稿が当たり前だった時代に一日穴開けちゃってるわけ。一生懸命やってたけどそれがね変えたんすよね。まあだから当時からあれだとめちゃくちゃ悔しがってるけど悔しがってる時間もったいないからテキパキ動けいそうっていう風に鞭打ってたから本当だから YouTuber 妻は向いてると思います。可愛いと思いますみたいな嫌に思ってないからあそうっていうのがあるからすごい不思議な感じなんだよね。スパルタ系のやつは結構賛成だからそうだよね。もう大いにねもうコテンパンに仕上げてください。強くしてやってください。栃木着きました。雪降ってるよ。やばくない？雪降ってる。初めてじゃない雪。どう？冷たいかな。見て、ほら。パパの上にさ雪乗ってるよほら。捕まった？雪。どう？美味しいですか？美味しい。ねえ工場で見たよね。どんな感じだった？こんな感じだった。ぐわーって流れてたよね。楽しかったね。そうそれあそこで作ったやつなんだってこれ。そうお味はどうですか？よかったじゃあさこれおやつとか食べてさ観光したらさお家行こうね。それでは出発。はい夜はバーベキューでございます。お着いた。奇跡が起きた。今火つかなくて困ってたら着いたんだけど動画で撮ってる。やった着いた。俺やっぱウインナーの油垂らしたら開通したんだ。よし来ました。待っててね焼いたらそっち行くから寒すぎる雪降ってんの寒すぎるんで焼いたものを僕の中に持っていくというパパらしいことしてます。なんか慣れたようにやってるけどさフィッシャーズで経験したことだからさほとんどやったことないやっぱいいねこの動画で生きたことが日常に生きてるっていうこの逆輸入パターンね。普通に日常で生きたことを仕事に生かすんだけどな。いいわよ開かないそうすぐ超寒いよ外。来る？おいでいいよおいでパパの中入りなのどうよこれねバーベキューっていうそう外でお肉を焼いたり。黒猫逃げちゃった。黒猫いたんだけど逃げちゃった。逃げちゃったんだ。そう逃げちゃったの。黒猫さんは好きなの？好き。そっかカラオケやってんの寒いね。でもさパパとさ旅行すんのさ2回目じゃない？そうだ。おじっこ1回目はどこ行ったんだっけ？おじっこ。じっこか。バカだね。好きな食べ物何？野菜じゃない。野菜じゃないな。みんな。ウインナーが好きなの？そっかウインナー何個食べる？2個食べる？2って指でできる？できるんだってね。それ4じゃね？だよ。それ4だよ。だよ。2はチョキでチョキ。グーチョキ。グーチョキのチョキ。できるでしょ？だよ。この間パパチョキできるようになったよって教えてくれたじゃん。チョキやってみてよ。見て。4じゃんそれ。うまっ。いいね。僕はね基本外だと飲まないんで。ただビールの味はすごい好きだからねノンアル飲んでます。いやいいわ。せーのいただきまーす。いくよせーのおやすみなさい。生まれてきてくれてありがとう。グッナイ。明日は明日も栃木県に泊まるのでいろんなとこお出かけに行きましょう。だからたくさん寝てください。
上はね夜行くと怖いかもしれないからここにいてねんねしてください。また。はいじゃあおやすみ。弟の顔がちょっとモザイク大変だろ。モザイク大変だよ。なんてことしやがる。ということで今ですね1月2日目ということで、三が日のね動画を撮るということで回しているんですけども、どうも2日目のマサイです。そういうこと？はい、そういうこと。ちょっと妹には話してなかったんですけど、昨日話したんですけど、親戚のとこに行って、みんなでねご飯を食べるということで向かっているところでございます。でこの車はあの車です。まさに最近のご報告なんかある？最近のご報告ですか？ミニバンを増やしました。は？お前ちょっと謝罪会見のパンチ間違ってるよお前。炎上店のやつですね。その時に話した車に乗ってます。で僕のこの家族から報告がございましてですね、弟から何か報告があるらしいです。ありがたいことに結婚をしましたね。おめでとうございます。めでたく僕の弟が入籍しまして、隠すことでもないんでね。はい。で今その奥さんもこの車に乗っているという状況でございます。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。声だけ出ていただけるということでね、お願いいたします。うわーモザイク大変だ。手でモザイクしといて。ありがとう妹よ。っていうね、あったかい報告とともにもう一つ悲しい報告がございます。妹さん。それもですか？1月1日に何があったんですか？元旦からちょっと車をぶつけましたね。誰の車をぶつけたんですか？ちょっとお兄様の大事なちょっと写真はバレちゃうんで写真はバレちゃうんですよ。お兄様の大事な車を。はい、1号機ですね。すいませんでした。僕が仮免許の時に契約して買った1号機があるんですけど、23の時にね納車した、それがですね1月1日にぶつけたということで、でも対人じゃなくてね、何でもね縁石にぶつけたみたいで、でも本人に何もなかったということでね、平和に済みましたね。元旦からやらかすと思いませんでした。素敵な1年にしていきましょうね。そんな感じでございますけども。でもエンタメ性はだいぶ高いよね。エンタメ性高いですね。元旦から兄貴の車ぶつけるってなかなかない。素晴らしくない。素晴らしくはない。素晴らしくはない。素晴らしくない。カットで。で、親戚とこ行くんだけど、ちょっと見たいやつがあって。見たい。宝くじ年末ジャンボ10万円分購入してるんですよ。アプリで確認しましょう。4人で当たってるのか当たってないのか。はい。行きたいね。結婚資金にちょっと当てたくて。結婚資金1億円すんごいね、贅沢な結婚式をあげさって、本当にね。まだ兄貴何もないのにそういう話。車の修理。車の修理。でも車の修理も1億円あったらいくらでもできるよね。今いくらでもぶつけていいよ。いくらでもぶつけていいよ。いろんな車ぶつけていいよ。それだね。安全運転で参りましょう。もちろん冗談でございます。平和な感じで2日目も過ごしていきます。楽しみだね、親戚に会うのね。また後ほど。妹の手が、弟の顔が。港のように。今はいいよ。やっぱり今行かないと。今ハトコのとこ来てるんですけど、床だけちょっと床っていうか道路しか映ってないんですけど、見て超積もって YouTuber のチェック書いてるって言ってる。やべえ、雪やべえ。うわ、なんでまだ3時間ぐらいしか経ってないのにすんげえな。雪まみれ。うおーということでハトコのお家に来てるわけなんですけども、だいぶ過ごして、もう1チームハトコがいるんですけど、言い方合ってるか分かんないけど帰られました。さっきちょっと、家族の中だけでやろうかなと思ってたものがあるんですけど、せっかくならちょっとみんながいる中でやりたいなと思うものがありまして、僕年末ジャンボ買ったんですよ。動画もあるんで盛り上げたいなっていうのも意味を込めて10万円分購入しました。ちょっとそれの開封動画をやりたいなと。アプリのね、ここでやりましょう。で雪も降ってきたんですごい景色もいいんでね、何かいいことが起きるでしょう。目指せ億。皆さんの予想は10万円買いました。いくら返ってくるでしょうか？意外とゼロ。束で買うと300円かなんかは絶対返ってくるからゼロはないんだよね。300円。3万3000円ぐらい。なんで夢を見ないの？すごい堅実。当たんないでしょみたいな。10万超え誰もいなかった。本当に。奥行かなくてもね、
なんかいっぱいお金来たらちょっと焼肉行きたいっすね。いい焼肉に行きましょう皆さんで。じゃあちょっと回す動画これから撮ります。はい、ということでね、確認をしていきたいと思います。年末ジャンボ宝くじ、今回で第1031回らしいですね。でこれがまあ31日、去年の31日に発表された番号がありまして、改めて確認すると7等が300円で、6等が3000円、5等が1万円、4等5万円、3等からここから金額がもっとでかくなって100万円、まあ、2等はまず1000万円なんですよ。2等1等の組違いが10万円、1等の前後賞が 1.5 億円、すげえな。で1等が7億円です。さあ果たして当たるのでしょうか。これ真ん中でいいの？どういうこと？端に画面出したりしないの？俺がどうせ横にずらされるから。あ、そういうことなんだ。今喋ってる分が何の説明してんの一応ね。YouTube の説明ですね。一応ね。あ、でもその配慮はありがたいです。開封します。当選金額が右下に表示されます。ちょっと皆さんには見せるのこれ大変なんで、まあ今いくら当たったのかっていうのは自分からちょっと言いたいと思います。いきまーすスタート。まず7等300円です。おい、一発目からおお、でも一発目から景気いいんじゃないですか。外れ今連番組が、はい、これで10枚ですよ。もう7等300円、自分7等300円300円だしな。3000円、6等3000円おっと調子いいのでは。楽しいねこれ。でしょ。見てる側も楽しいよ。俺やっぱ自分の指で全部めくるわ。あのここ誰かの指借りる？やりたい？今22枚いって7等です。今4200円。で30枚300円ね。はい300円。早いもん勝ちで言うの。これ34枚でしょ。300円。300円。3万円だ俺。3000円。3000円。5等。1万円？1万円。1万300円。おお。1万300円きた。すごい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 。すごいね。音が300円でしょ。すごいね。音が変わらないんだよ。今54枚目にして当選金額は1万5100円。まずい。いいよ。まず別に回収するわけじゃないから。もう別にいいんだよ。予想がね、予想2万円だったから。今いいお肉は食べれるね。みんなで。みんなで食べるにはちょっと。みんなで食べる。もうちょっといると。もうちょっと。豪華客船とかなんか元取ってもらわないと困る。そういうの借りて、旅行とかね行けるようにね。今もう60枚いってます。300円。表情で分かるようにな300円。300円。どんどん行こう。300円。もう300円で反応しないんですよ。300円。次で100枚目。おお、早いね。外れ。じゃあいきます。どんどんいくよ。まだまだあるから。300円。これ楽しいな。みんなでめくるの楽しいね。300円。
でここからもう3連バラのターンが続きます。300円、3000円。おお久々に出たね。いいね。300円、300円。さあ今150枚目で当選金額今2800円。帰ってきてるね。でももう半分ぐらいだな、これ。帰ってきてって言っちゃってるもんね。そうだ。さっき「おい」って言ってたのね。自分で言っちゃった。当たってるじゃない。まあやっぱ帰ってきてほしいよね。300。300円。300円。300円。こっから300円続きだな。で200枚いきました。もう300円。300円。300円。3000円。おお300円。300円。3000円。すごいな。めっちゃ来るやん。さあもう250枚いきました。で当選金額は今29800円。300円。これで3万円いった。ね。300円。来いよ。でかいの。まあ、1枚来たからな。なかなか1万円も来ないよね。うん、珍しい珍しい。300円。ここからもうバラ100連ですね。はい、バラバラの組が適当な番号が300円。300円。さあ300枚いきました。早いことにあと33枚です。早い。ゆっくりゆっくりいきます。あっけない。あと30枚。300円。言わなくなってちょっと目が合っちゃった。あと10枚。300円。9、8、7、6、5、4、3、2、1。最後。ということで今回の結果は32,200円でございました。まあ焼肉は普通に行きましょうね。ありがとうございます。
ということで、2日はこんな感じでございました。まあまた明日ね、別のね人とね初詣に行こうと思っているんで、まあ、9時の結果とかね動画にしたらと思います。じゃあまた明日。今日は1月2日三が日の中日ですね。今から母とお買い物に行きます。なんか欲しいものがあるって言ってたんで、まあ、それを買ってあげられたらいいかなと。でまあ1月1日なんかはねお店閉まってるところ結構多いんですよね。なんですけど、まあ、2日3日になってくるとだんだんお店が開いてくるというか、まあ、調べてみたら僕が今から行こうと思ってたお店も開いてたんで、そこにね向かいます。はい、行ってきます。まあ、今映ってない画角外ですけど母います。でちょっと、まあ、何買うかは、まあ、言わないんですけど、まあ、お買い物一緒に行きたいと思います。はい、行ってきます。爆音で動画撮り始めたら隣のお兄さんがちょっとびっくりして一歩引いたんですけど、その方なんか台湾からいらっしゃってたらしくて、気づいて声かけて今写真一緒に撮ってもらいました。いいですね。明けましておめでとうございますって台湾の方と共有できるのちょっと面白い。はい、ということで、買い終わりました。だいたい2時間半ぐらいかかったかな。でこれから家に帰ろうかと思ったんですけど、ちょっとご飯作ってくれるそうなんで、実家の方に帰省したいと思います。はい、実家に帰ってきました。まあ、なんだかんだね転々と引っ越しをしてたんで、この家自体にはまあ特に思い入れがあるわけじゃないんですけど、実家だなんて感じはしますねこれ光の量からしてもね。はい、というわけで、まあ時間的にはもう晩ご飯ですかね。夕飯が出来上がりました。作ったの僕じゃなくてね母なんですけど、まあこんな感じで、まあ、恥ずかしいんですけど、まあうまいですね。まあ影響あって自分も料理できるんじゃないかなと思います。はい、ということでじゃあいただきます。これさすがに寒すぎだろ、帰れねえよ。ビニール傘もらってなんとかね雪をしのいでますけど、どんだけだよ、降りすぎだろ急に。服がこれなんだよね、これ1枚だけで下なんも着てないからさ、いつも通り半袖だったらこれはもうマジダメや、震える。もうマジで寒かった、縛れるわ。もう鼻がねこれ赤くなってますね少し。予想外に夜になっちゃいましたね。ちょっとなんか昼に行ってでちょこっと買い物してね、なんか夕方には帰ろうかなと思ったんですけど、まあそこは実家っすね。一回帰ったらなんだかんだ夜まで行っちゃいましたね。今日はもう本当に寒かったんで、このままお風呂入ってねあったかくして寝ましょう。なんか鼻水も出てきてちょっとマジで風邪気味なんですよね。ただ軽そう、なんかそんな悪化しなさそうなんで、そうであることを願いつつ今日は寝ます。おやすみなさい。はい、本日はですね、1月の3日ですね。2025年の12月30は、珍しくね、その日に鍋をして、大晦日で余裕をね、2025年は持って、2026年は元旦から、まあ、ちょっと余裕がある状態からスタートということでですね、体力的に全然違うな。やっぱね、大晦日で鍋、ってめっちゃいいんだけど、じゃあ1日2日3日、ちょっとねいろいろと知り合いとか親戚とかも多いので結構飛び回ったりとかするんですよね。行く場所がちゃんとあるんですよ。僕結構体力ね、大晦日で鍋やると朝まで、まあ飲んで食って喋ってバカ笑いしてみたいになってるとすげえしんどくなってくるんですよね。なんですけど、今はね結構元気ですね。まあとは言いつつ、ちょっとね、軽くねお湯寝をさせてもらったんですけど、で今年1月の3日なんですけど、ササラに来ております。下呂温泉ですね、はいのかなり有名なお宿に来てるんですけど、ここが僕の奥さんのねユンちゃんのおばあちゃん家になります。お宿にはいるんだけどおばあちゃん家です。すごいね広いお部屋をね、お借りしています。でまあすごいね変な感じだと思いますよね。おばあちゃん家がやっぱね温泉のねお宿を営んでるっていうのはねなかなか稀だと思うんでね、付き合って、まあ、結婚してちょっとずつ慣れてね来ておばあちゃん家行くよってなったら、ああそうか温泉旅館かみたいな感じにはなってますけど、やっぱちょっとすごいよね。未だにすげえなと思います。チラリズム、これ映して大丈夫か？こんにちは。はい、奥さんのねユンちゃんと、そして子供のコルクくんで、チルクがね今、あそこのお布団で寝てます。ぐっすりでパパは寝かしつけして一緒に寝ちゃいました。ちょっとチルクくん見てみますか。
見てみようか。親戚にね、結構会う3日間だったんで、ちょっと疲れちゃったかな。よく寝てます。万歳してね、たまに口はもごもごもごね、すやすやと寝息立てて眠ってます。とっても広いね、窓がお部屋についております。ここに座ってね、夜は黄昏れますか。夜に黄昏れるって合ってんのか。夕方しか黄昏れるって言わないか。ここからね、あそこに、あれは区役所なんか役所かながあるんですけど、足湯入れるんだよ。その足湯の場所が見れますね。コンビニとかもね、近くにあるし、ご飯屋さんも近くにあるんでね、かなり、本当に来たらね、わかると思いますけど、癒される、場所ですね。下呂温泉ね、結構僕もね、あれどこだったっけ、下呂温泉でなることあるんですけど、岐阜ですね。岐阜県の下呂温泉でございます。で、こっちはね、うっすら、雪が見えますね。こっちは結構雪慣れてるよってね、言ってたんですけど、そこまでひどくないよって言ってましたね、この感じは。近くにはね、川も流れててめっちゃ綺麗ですね。これは癒されるな。これからね、夕食と、お風呂にね、入ろうかなと思ってます。僕はね、コルク君を連れて一緒にね、温泉に行こうかなと思っています。その後はね、飛騨牛の、ご飯になるのかな、お夜食を食べて、あとはもうゆっくりです。で、今日多分ね、コルク君結構暴れてるんで、スンと寝ると思うんでね、そしたらあとは夫婦の時間にしよう。なんだケタケタ笑って可愛い笑い声が聞こえるね。ちなみにね、のんべえの人にね、おすすめしたいものがあるんですよ。ササラ来たらね、僕これ大好きでね、ちょっとおすすめしようと思ってたんですよ。これピリシイタケ、これマジうまいんですよね。ちょっと辛めな、でもタレは甘いんですけど、しいたけ、おつまみでね、これをねパクパク食べながらね、瓶ビールなんて飲んだらもう最高ですよ。これすごいね、このしいたけ、内容量は本当につまめるぐらい、このぐらいなんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。これ後でね、これゆっくりいただきます。結構ね、バタバタではあったんですけどね、大体三が日なんてこんなもんでしょ。知り合いとか、知人もそうだけどね、新年会とかもあるしさ、やると思うんだけど、その前に親戚、一番近しい人と、会って挨拶するみたいな、こんな感じだよね。早速ね、明日から、いつも通り撮影とかが行われていきます。ただね、ちょっとね、新幹線があるかどうか危うくて、みんなさ、三が日過ぎて帰るから集中しちゃうらしいのよ、人が。だからね、明日ワンチャン帰れない可能性があるっていう。そうなったら、一日長くこっちにいるとか、名古屋とか、それこそ奥さんがもともと名古屋出身なんで、名古屋の方にちょっと行ってね、どうした名古屋の方で、ゆんちゃんの知り合いの方に、挨拶しに行こうかなとか、いろいろ考えてます。せっかくね、こっち出てきたからね、大阪とか行きたい場所僕めちゃくちゃあるんで、ね、行こうかなとも思ったんだけど、今そこまでは時間ねえかと思ってね、また別の機会にしようかなって思ってます。もう東京に戻ったら、もう本当に僕がね、撮影したいものとか編集したいものいっぱいあるんでね、それを一気に全部やってみんなにお届けしたいなとは思ってますけど、新年からね、めちゃくちゃ気合はね、入れて動画投稿していこうとは思っているんですけど、肩に力入りすぎず、僕ららしい動画っていうのをね、出していけたらいいかなと思っております。よし、じゃあ、ちょっとお風呂行ってこようかな。またね。これおばあちゃん家だぜ。信じられないだろ。俺も今のところね、何%かは夢って疑ってる。ささらってこうやって書きます。第76基地、これ何？ランキングですかね？わかんないんですが、もやしあんかけラーメンいただきます。よし、今日はここまでかな。これに後でまたね BJ と SE とかいろいろとステロップとか入れてサムネとか作って終わりかな。とりあえず今日はここまでかな。支度とかこれからして、午後今何時だ？今11時半手前ぐらい。
午後の旅行に向けて、子供を連れて行く旅行ってね、割とね荷物とかいろいろ大変なんですよ。何かあった時のための準備だったりとかいろいろ大変なんでね、その準備をねゆうちゃんと一緒にやって、ここは家族のお正月はね初めてかな、正月に旅行するの。せっかくね動画撮ってなんか正月何してんのみたいなねコンセプトの動画なんでね、ちょっと旅行入れちゃいました。ちょっと準備していきますね。すごいめっちゃいい宿。はい、ちょっと奮発しましたね。うわすごいね、客室露天風呂ですよ。家族3人で泊まります。1日はゆうちゃんの実家、2日は坂尾家の実家で、なんだかんだねバタバタしてたんで、はい、なんでね今回3日目はね、家族でねゆっくりしたいと思っております。ベッドルームですね。でっかいベッドが2つ。今日はコカオくんはゆうちゃんか俺どっちと添い寝するんでしょうか。ちょっとね最後ご飯、夕ご飯もお部屋食なんで、そこご飯来て、ご飯ね写真撮って、僕の正月はおしまいかな。他のメンバーのお正月どんな感じなんだろう。僕も動画を見るの楽しみです。以上僕の正月でした。那須ハイランドパークへ出発。はい行きましょう。 ETC みたい。ほら見て、那須ハイランドパーク着きました。那須ハイランドパーク。ね。泥鬼ごっこのお世話になりました。大きくピースして。せーの、はいピース。おい進んだよ。笑ってんの。後ろで向こう笑ってんね。危ないね。わーい、うわ目回りそうだ。うわー下がった。危ないじょ。調子出てきたじょ。顔やばいよ。いや俺怖いんだって。二人とも高いとこ怖くないの？怖くないの。なんでよ。丈夫だもん。日本の建築を信じているんだね。僕は観覧車怖くないの？一番上行きたい。怖くない。もうすぐ一番上だよ。なんで怖くないの？パパめっちゃ怖いんだけどどうしたらいいかな。やってる。やっつけるのか。恐怖心をね。那須の景色をすごい俺見て那須ハイゼル見えんだ。ここでドローンにごっこやったんだよパパ。こうやってやると下見えないんだ。下見れない？そう下見えなくて怖くないのかって思う。もったいないよね見ないと。怖くない。怖くない。あ、雪降ってきた。雪降ってきた。楽しそうじゃん。よかったね。もう6回目だよ。いってらっしゃい。ねえもう乗りすぎて周りいなくなっちゃってね。6回目だよ。楽しいね。よし行こうか次。ありがとうって。あげれた？すごい。ビスケットだけかな。これはいらない？うわすごいじゃん。この列車走行して白川経由、福島経由、終点青森行き発車いたします。来るよ。来るよ。坊や。来るよ。白川のお客様、お料理をお取りくださいませ。すげえじゃん。まもなく白川に到着いたします。電車来たよ。白川の次は福島に到着いたします。いいっすね。いいね。このトーマスパパも好きなんだよ。かわいいよね。バイバイ。かわいいじゃん。見覚えがあるな。
なんじゃって。あ、来た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 。食べたね。できた？できたか。これおいで。おいでおいで。これよって。下に落ちてるやつ一生懸命食べて。あ、来た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 。ほら食べた。やったー。食べてくれた？じゃくるよ。上手上手。もうちょっと出してあげて。さあ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 。ほきたー。できた？やったね。今年もよろしくお願いします。よし、はい、旅行終わりです。楽しかったですか？これね、フィッシャーズのチャンネルに出るんだけどさ、なんか言ったことあります？何ですか？動画出たいです。本名。二人とも出たかったんだよね。じゃあ次の人へどうぞって言ったらせーのでどうぞね。よ。じゃあ次の人へせーの。どうぞ。これで動画終わり。終わりでーす。どうぞ。どうぞ。 3日目、今日はお友達と過ごしたいと思います。盛り上がってるかねー。まだ少ねえよな。で、ちょっと気になる人物が一人来るみたいなんですよ。普段あいつ来ねえよな。絶対来ねえ。てか いつも断ってんだもんな。今日来やがるんだよな。なんかマジで珍しい。あの人も回さなきゃいけないですからね。そのためなんですかね。まあ、どこに行くかというと、僕ら地元葛飾区柴又にある帝釈天です。帝釈天に行きたいと思います。なんか一人もうすでに乗ろうとしている人がいますけども、そしてなんかマスク姿ですげえ怪しい人が来てますね。あ、来たなんか来てますけども、はい、このねメンバーでねちょっと3日目は過ごしたいと思うんで、皆さんよろしくお願いいたします。あ、なんか来ましたね、もう一人。今回は何人で行くんだっけ？普段あんまり来ないんですよ、あいつはね。今日あいついんの？いる。やつがいるのか。お前だろ。明らかにお前なんだよな。まあどういう形で映るかわからないんですけど、ちょっとね楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。人めっちゃいるぜ。人めっちゃいるんで、ちょっとぶっさいふなうちの母親働いてんのちょうどそこのダマの母親働いてんの。帝釈天の近くでね働いてるから1日は忙しかったって言ってた。じゃあ会えるかもしんないな。ちょうどそこだったんだよね、お店が。あら、そう。名前は言わんが。あ、トロさんのポスターだ。久々に歩くな。ちゃんと歩いたことないかもしんないわ。嘘？ロケで行かなかった？一緒に。いや、俺多分行ってないな。あら、一緒に行ってねえか。いいじゃん。ちゃんとだからこう三が日で行くのもな。なんか食べ歩きしてやないね。まさか来るとは思わなかったよ。あ、俺が見てたけどあんまり返さなかったもんね、返信な。そうそう。俺は行く気だけど、多分これ話しないと多分俺そのまま置いてかれなと思ったから行くわよって言っといたけど、そういうことなんだ。よひる。いや、すっげえ晴れてるよね。昨日あんなに雪降ったの。そうだったよね。あんなに雪そうだよ。お守りを買いました。あ、お友達は健康お守りを買った。俺は何を買ったでしょうか。仕事お守り。第53基地。本部複数って何？です。わかんない。病人本部複数って何？今年のやつ。第76基地って何？出来たて熱々どら焼きでございます。いただきます。うめえな。うん。めっちゃ生えてるし。食い終わってからうまっ。怖いこいつ。ということで帝釈天をね拝んで柴又を抜けます。次はですね、大洗の方までドライブします。もうめちゃくちゃ眩しいから、もうサングラスがすげえちょうどいいわ。踏切を渡りまして、おみくじもねまあまあいいくじだったんで、
結ばずに戻りましたけども、さあ大羽の方に行くって言ったんですけども、水族館です。男たちで水族館行きます。魚しに行きます。楽しみです。久々にこういう旅動画もいいだろう。3日目が一番撮影してるかもしれない。1日目そんなに撮影せず、2日目はまあまあ撮影して、3日目がっつり撮影って感じ。ダーマ大丈夫かな。そんな通り。俺太ったかな多分。正月太りだ。せっかく顔が。俺脂肪肝になったからな。76キロだったんだけど、それが66キロまで落として、で今何キロだろう。その身長ででも76キロも別にそんな全然太ってる感じしない。それがね、俺だとめっちゃ太ってんのよ。よし、まあ1時間40分ぐらいの運転になるのかな。一旦切ります。トレーラーということで着きました。紫の男。この動画どうなるんだろうね。ほぼなんか俺とマサイのなんか合いびきっていうのに合いびきは肉だね。デート的な意味合いで合いびきっつったんじゃねえんだっていう。お肉の方ですね。牛と豚の合いびき。そうだからそういうはいってな感じでね、ちょっと水族館に行きたいと思います。でももう時間がないんでね。そうだ、急がなきゃ。よっしゃ、急がなきゃ。レッツゴー。アクアワールドでシーラーとあれシーラーとかかな。あ、シーラーだね。シーラ美味しかったな。水族館で美味しかったなの感想をさ、入ってすぐ出すなよ。実際問題シーラはうまいよね。おい、外したはしごをもう一回かけ直すやつってあんまりいないと思うんだよな。細い。何これ。水族館ちゃんとこう見て回るの20年ぶりぐらいかもしれないな。そう。これ1割本物だけど、本物でもね、犬には効かないから、犬には効かないから。撮っているところ撮っている。盗撮。めちゃめちゃいいな。すげえな。すげえわ。サメが近づいてここで逃げる。幻想的すぎる。あれウツボか？あれも仕事が仕留めたやつじゃん。でけあれ仕留めたって考えるとすごいな。でかい感じ。めっちゃベスト。こいつがタカアシガニか。俺よく言われんだよ。タカアシガニみたいな。持ち歩いて言われてる。ひでえなお前。引っ越せよ。近くの？あれ家族じゃん。禁煙者が多すぎるみたいな。行きます。はい、真っ暗闇ですね。ダークナイト。ドライブ終了でございます。まあ僕ね、これからお家帰ってね、まあみんなと、ご飯食べたりとか、まあ飲む人もいるんですけども、はい、まあそんな感じでゆったり行きましょう。見えねえだろ。マジで何も見えない。帰ります。まあなんか横に映ってますけども、はい、まあドライブもね終わって。いろいろね、今日も一日、お疲れ様でしたということで、皆さんから僕の家に来てくれました。ありがとうございます。僕はハイボールをいただきます。まあ皆さんはビールとかね、なんかいろいろ割ったものがあるんですけども、今年も頑張っていきましょう。お疲れ様です。乾杯。乾杯。はい、ということでね、僕のパートは以上でございます。いっぱい撮影してた気がする。後半に行くほど親戚周りとかだったりするからなかなか映せずねいたんですけども、まあでも3日目はねがっつりと遊んだということで楽しんでいただければと思います。みんなはどんな風になってんだろうね。他のメンバー楽しみですね。ハードっていうわけじゃないけど、まあなかなか忙しい一日だったね。そうですね、まあびっくりしましたけどね。今日俺ダーマ一緒にいると思ってなかったのよ。友達じゃねえのか。いや友達だったけど他のさ、この今目の前に友達が4人いるんですけど、ダーマ以外の合ってるぞ。合ってるぞ。合ってる。うわひでえ。いやそんなことございませんよ。友達だと思われてない。ああ、一人ね忘れてる。俺のことか。じゃあ3日どっか行かねえって LINE してね言ったんですけども、まあその時ダーマの反応なかったで、ダーマじゃあ来ねえんだ。ダーマはじゃあダーマでなんか取るものがあるのかなみたいな感じだったんですけど、なんか今日来た。俺の中では返信してないけど、まあ行こうかなと思ってたけど、多分これ俺これ返信しないともしかしたらこれ置いてかれる可能性かなと思って、とりあえず行くという表明をしといたら。でもさ、同じ建物住んでるやん。直接ね。そう、あれ実家いたのか。いや起きたらもう向かってた。危ねえなおい。危ねえ、ギリギリだったじゃん。じゃあ集合場所がさ近かったからよかったけど。いや俺も起きて、あれそういえばこれって着が
結構ギリギリだなって起きながらに思ったわ。あっぶねじゃあだから本当こうギリギリでダーマ来てくれたんでびっくりした。だからダーマ来たことによってでも動画が2個になるっていうことが起きるんですけど、まあどうなるか分かりません。まあはい、とりあえず楽しみたいんで今日の動画はここまででございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。良き三が日でございました。初詣もできたし、じゃあね。はい、おはようございます。三が日3日目最終日です。さっき外見たらね、昨日降った雪がうっすら残ってて、まあ綺麗でしたね。すごい晴れてるんで、まあもう溶けちゃうのかなっていう感じなんですけど、まあ、ちらっと雪を楽しめました。で、まあ体調の方なんですけど、まあ鼻水がね、ちょこっとまだ出てまして、まあ微妙に喋りづらいかなぐらいなんですけど、まあ体はね元気です。熱もないし、今咳も出てないし、まあ、痛みとかもないので、まあ、治ったって言ってもいいんじゃないでしょうか。ただあんまり人には会わない方がいいかなと思ったんで、まあ、マスクつけてご飯だけ買いに行って、であとは極力ね人に会わないようにしようかなと思います。風邪気味の時ってさ、なんか水いっぱい飲まないといけないじゃん。でも自分あんま水飲まないんですよ。まあ、そんな時にこれだよね、梅干し。で梅干し食べて水飲むんよ。そうすると水がうまい。タコパスタート。イエーイ。なんかお好み焼きみたいになりそう。具多いし。おっしゃー。あ、これ楽しいな。一人でやっても楽しいんだ、たこ焼きって。おいみんな楽しいぞこれ。クリーム色から黄色になってきたらもう返さないとやばいよね。いかがでしょうか。じゃじゃーん、たこ焼き。どうよこのたこ焼きの出来具合は。完璧じゃないの。いかにもできてますみたいな感じで見せたい。イエーイ、出来上がりー。多すぎ。これ山盛りになっちゃった。一人でたこ焼き作りました。出来上がり、イエーイ。いやでも一個も黒焦げにならずに完璧なたこ焼きだ。でもここになんか普通にタコが埋まってるっていう。マジで鼻水止まんないんで、ちょっと食べて歯磨いて寝ようかな。うん。はい、完食。なんとか残さずに食べきりました。はい、ということでですね、メンバー全員のね三が日を、撮っていただきました。実際ね、大晦日本当に鍋パーティーして、その後の様子とか実はメンバー同士も知らなかったんですよ。で俺も興味持ってあいつら三が日何やってんのかなと思って、メンバー理解も深め、そしてそういうところもねやっぱ動画にしていきたいなと思って、今回のねこの企画をやりました。だからもうこの時点でちょっとこういつもと違うね年の始まり方なんですよね。あいつらって三が日何やってんのかなっていうね、本当なんだ15年一緒にいて初めて多分考えたことかもしれないです。なんかね15年もいるとやっぱ逆に気になってくるんですよね。三が日そういえばあいつらって何やってんだろうなみたいな、あんまそういう話しないなっていうので、今回ねちょっとこの企画をやってみました。で今、まあ僕はですね今ササラゆんちゃんちの、おばあちゃんちのホテルっていうのお宿かをね今から出ようと思っているところでございます。ちょっとこれから名古屋とかに行って少しだけねゆっくりしてから帰ろうかなと思ってます。あいつら何やってんだろうね。この動画がどういう動画になってるかもまだこの撮ってる段階ではわからないんで気になってます。まあ休みとはいえね、フィッシャーズ撮影とかそれこそね編集とかやってるんで大体動いてはいるんですけど、まあ僕はここにいる時それこそちょっと散歩行ったりとか、まああとお夕食ねここのお夕食美味しいんで食べさせていただいて、まあお刺身がねやっぱり美味しかったですね。お刺身とあと、お肉もね、美味しかったんですけど、ゆっくり、子供とね、おしゃべりしたり、まあ子供がねわんぱくに走り回ってるところをとっ捕まえたりしながら食べてました。これから、僕は戻ろうと思ってるので、はい、ちょっと
この動画楽しんでいただけたら嬉しいですね。メンバーの意外な一面なんかも見れたら嬉しいし、妥当な一面なんかもね見れたら、だよねって皆さん言ってください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。2026年ね、今までにない動きとかもすると思うし、本当にねいろんなところに旅に出ることになると思います。そのぐらいね俺らも必死こいて、そしてアグレッシブにね最前線で戦えるように頑張りたいと思います。ということで今回はここまででございます。せーの、アデュー。みんな三が日終わったぞ。働けー。動画見てくれてありがとう。セカンダリゲームチャンネル X インスタグラムをやってるぜ。グッドもあるから見てってね。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。祭りじゃ祭りじゃ